はいこんにちは、小豆島の漁師浜湯です。今日はですね、大阪の岸和田にある1年間になんと5億円以上も水揚げを誇る巻き網の漁師さんのところに取材に行きたいと思います。それじゃあ行きましょう。レッツゴー。はい、で大阪行くのにですね、長靴とライフジャケットを持っていくんですが、カッパですね、この長靴の中に入れております。でめっちゃコンパクト。ただこれ入れるもんがないんで、ちょっと袋に入れて、これでさらにゴミ袋に入れます。これで、徒歩でも大丈夫です。じゃあ行こう。で今日ですね、なんでいきなり岸和田まで行くことになったかっていうとですね、岸和田から僕のサーラの中古の網を買いに来てたんですよ、船で3時間かけて。でその時にまたいつか取材行きたいですみたいな感じになって、じゃあいつ行きますかってなった時に、僕がじゃあ明日でって言ったらね、なんと明日行けることになって、今日前日入りしたいと思います。まあそんな感じです。はい、じゃあ三宮駅のジャンボヘリのところに着きました。もう車運転しないんで、軽く飲みたいと思います。シルバータイム。飲みすぎ注意。はい、じゃあ2本目です。明日むくむんで飲みすぎ注意。ジャンボヘリ見ながらうめえな。はい、じゃあ小豆島を出港します。3時間の長い船旅です。はい、それではジャンボフェリーの、三宮の方に到着しました。はい、それではジャンボフェリーを降りて、今から1時間かけて岸和田の方に送ってもらいます。はい、であれからですね、巻き網漁船の人とちょっと飲んでですね、ビール多分6杯ぐらい飲んで帰ってきました。今12時ですね。ただ明日4時起きなので早く寝たいと思います。まあ早く寝たいんですけど、ちょっとねこれ買っちゃいましたね。ちょっと飲んでね、早めに寝たいと思います。おやすみ。はい、起きたふりです。おはようございます。朝の4時になりました。楽しみにしている巻き網行きたいと思います。はい、それでは岸和田の漁港に到着しました。でこちらの船で今回操業します。めちゃくちゃでかいですね。はい、じゃあ船に乗り込んでいいそうなんで乗っていきます。すげえ、足元気をつけてな。はい、じゃあ船に乗り込んでいきます。うわでかっ、安定感すごい。今日はお願いします。でこちらが網でしょうか。めちゃくちゃでかいですね。でこれが多分ウィンチですね。これで巻いていく。はい、それじゃあ次は操舵室の中を見ていきましょう。ブレッジですね。中に入ってみると様々な機器類がありました。まずはこちらソナーですね。魚を探すやつです。200万円ぐらいするそうです。でこちらがレーダー、障害物とか、近くの船とかをね見分けられます。じゃあ次は機関場の中入っていきましょう。結構ね大きいエンジンが入っていて、小松の12気筒1200馬力だとお聞きしました。かなり大きくてかっこいいですね。そしたら時間が来たところで隣の船も出港するようです。ちなみにですね、大阪府いわし巾着網漁業協同組合共同事業部さんにお邪魔したんですけれども、なんとですね船を十何隻も持ってるらしくて、今回は全部で8隻の船で出港いたします。だから2組2組に分かれて、1つはイワシ、1つは何かちょっと大きいものを狙って巻き網を仕掛けていくそうです。それでは出港していきましょう。でこちらがボールローラーって言ってですね、網をこの中に入れて巻く機械になります。めちゃくちゃでかいです。これに頭を巻かれて、亡くなっちゃう方もいらっしゃるそうなんで、大変気をつけないといけません。さあそれじゃあ真っ暗中大阪湾目指して出港していきましょう。いやめちゃくちゃ船内かっこいいですね。はい、で6時です。岸和田漁港を出港しました。でだいたい30分ぐらい走ったところで大阪湾のど真ん中あたりにやってきました。はい、じゃあ軽くなってきました。出港して1時間ほど経ってだいぶ外も明るくなってきました。で明るくなって明らかになったのですが、僕は分かってたんですけど、2艘の船をねこの前のロープでつないで一緒に走っていくというですね、もうこの走ってる姿だけでもなかなかの大迫力でございます。で網ももう2つの船がね、2つの船で1つの網を持ってるので、あんな感じでつながっております。それじゃあポイント向かって走っていきましょう。
はい、で淀川までやってきました。でこの前の方にですね、イワシがなんか影が見えるということで、色か見えるということで、やるかやらないかといったところです。今ね、この魚探に映ってるこれらが全部イワシです。カタクチですね。はい、でソナの方にも赤く映ってます。そして僕も一緒になって探すふりをします。じゃあちょっと登りたいと思います。いい景色はね見せたいので。おお、すごい高いですね。めちゃくちゃ怖いですこれ。そうやな。怖い。でこちらの船の網はですね、網の目合いが大きいので、カタクチイワシと他のものがついてないとあんまりね、その他のものも取れないといけないんですけど、それが今あんまりいないようです。だからもうちょっと探すみたいですね。はい、じゃあもうやるそうです。取材していきましょう。はい、ではですね、ようやくお目当ての、お眼鏡にかなうでかさのイワシの群れを見つけたそうで、早速網を入れていきます。もうものすごいスピードで網を入れていくので、めちゃくちゃ怖かったです。でこちらが鉛の方ですね、岩です。言ったら網の底になる方、そしてこちらが網です。でものすごいスピードでやるんで、どこか引っかかったらどうなるんだろうっていうぐらいの怖かったです本当に。でこちらが黄色いのがアバって言って、浮きロープですね。あれが浮くのでしっかりと魚を逃がさず捉えることができます。で網をやり終えたところで船の前の方を見ていきましょう。船の前に来るとですね、早速岩の方をずっとワイヤーで巻き上げて、岩の下の口を閉めてですね、魚が底の方から逃げないように巻いていきます。で船と船はもう前がつながれておりました。でちょっと分かりにくいんですが、浮いてるようなものがアバで、これだけの広さの海をもう一面囲っております。で下全部網があって、その下側をですね、さっきのワイヤーで食っているといった形です。船と船をですね、こちらのロープで近づけていくんですけれども、この時の音がもうめちゃくちゃ怖くて、これ切れたら本当に跳ね返りで死ぬんじゃないかなと思い、ビクビクしておりました。でその間ずっと下側鉛の、岩ですね、巻いていきます。であちらのなんか輪っかがですね、ずっとこう締まっていくんで、下がね締まっていくそうです。ちょっとね原理は分かりにくいんですけれども。はい、じゃあ、なんとね網巻き体験も、網巻きというか栗体験もさせてくれるそうなんで、急いでかっぱきます。それにしてもね、もう大興奮というか、めちゃくちゃ怖い。もう船と船、もう僕もねすごいビビってますね。で網巻き体験をやらせてくれるということで、早速外に出て準備していきましょう。で後ろにやってくるとですね、もうすでに網がこちらのボールローラーに巻かれておりました。で後ろの方でもあれなんか網挟んでますね。多分ここらで網を全部こう巻き上げていくんでしょう。であっちもですね、なんかもう網を巻くかなっていう感じですね。なんで網に対してこう船が内側に入っとんか。あ、そっか、横から巻くからか。ああ、勉強になるな。はい、じゃあここで一旦ブレイキングタイムということで、どういうことかというとですね、いつものホワイトボードを使って説明します。はい、で今回の漁なんですが、巻き網漁の2層巻きでございます。で間違えて海って書いてますけど、漁のことです。で今回ですね、4隻の船でやっていて、でまず探索船がですね、こうイワシの群れを探します。発見で、ずっと探索船についていった網船がいよいよ漁を開始します。で並んでた2艘の網船がですね、このイワシの群れを囲うように大きくですね、こうぐるーっと回って、ここで合流します。でここずっと網を囲ってて、でその網の下側はずっとね鉛のロープが通ってます。ワイヤーかな。でさっき動画で言ってた船が中に入るってどういう意味だろうってことかというとですね、ここにイワシがいて、こう船が巻いて、でこうなるんですよ一旦。で先に船の表からワイヤーを巻くから、船がこう中にこう入ってですね、でこの後ろ側で網を巻くから、船が最終的にまたこう戻るというね。でここで魚を回収です。こういう形で、断面図はですね、ここからスタートして、こうずっと網をやって、ここで終着で、船の前で先にね、ここの下側を閉めて、もう魚が逃げないように、このイワシたちが逃げないようにするって感じです。で取れた魚は最後に運搬船で運んで、もう運んでる間に他の船は漁をするって感じですね。じゃあこんな感じで続きをどうぞ。
はい、で網の仕組みが分かったところでまた見ていきましょう。でこちらの岩を釣り上げてですね、もう岩は釣り上がった状態なので、そこはねもう魚が逃げれなくなっております。で泡もしっかり浮いているので、もうあとは網を巻いてどんどんね魚の居場所を小さくしていきます。そしてボールローラーでもうどんどん巻いていきます。でこのように前では泡をくり、後ろでは大人数でですね網を上げていきます。で前の方でももう岩もね上げていっております。いいですか。はい、ここで網くり体験をさせてもらえることになりました。思った。ですごい簡単そうに見えるんですけど、やってみて分かったのですが、この網自体がめちゃくちゃ重くてですね、うまいこと投げるように、そしてなるべく平らになるようにしないといけないそうです。ちょっとね体験させてもらったんですけど、見た目よりめちゃくちゃ重たくてかなりねきつい仕事です。これをね多い時1日13番とかするそうで、でも数が多い時は1番とかで済むそうなんですけど、それにしても大変ですね。さあ網も上がってきて、カモメがたくさんいますね。カモメがすごいわ。うわみんな食べに来よる。美味しいんやろうな。で場所変わって船の表の方ではもう網がねしっかりと浮いて、袋の全容が想像できる形になってきました。向こうの方でも皆さん一生懸命巻かれております。で当然岩も、だいぶ上がってきましたね。怖い。さあいよいよ泡と泡がだいぶ張ってきて、船と船が寄せられていっております。で中を見ると居場所をなくしたボラたちがすっごい勢いで跳ねまくっております。さあどんどん箱が小さくなります。で何匹かの幸運なボラはですね、泡がたるんだ隙に逃げてますね。さあいよいよ本当に小さくなってきました。で表から見るとこんな感じです。はい、これで、完全に魚の逃げ場がなくなりました。すっごい取れてるのが分かります。はい、完全に網がくれたら後ろの方からですね、こちら手船って言って取れた魚を運搬する船が後ろにつけます。取れてる魚は大量のコノシロとボラが多いですね。でこうやって見てアジとかこういうブリとか、ちょっと種類の違うものは先にのけて生かしたり氷したりするそうです。でこういったですね、もう皆さんドラゴンって呼んでましたけど、でっかいねタチウオものけます。めちゃくちゃでかいですね。おお、指5本指ぐらいです。6本か。それじゃあ大きな玉を準備していよいよ魚をあげていきます。ここからが一番の見どころといったところです。玉を入れて、玉をずっと移動させて玉の中に魚を入れていきます。でうわワイヤーというか、クレーンで上げて玉を釣り上げていきます。うわすごいな。で手船の方の池間、氷水をいっぱい張ってるところによしゃーっとね魚を入れて一気にもう冷却していきます。ものすごい量です。で2番目っていうか2回目ですね。2回目も同じようにもう魚がいなくなるまで、こちらを繰り返していきます。で太田君にこっちに乗ってもらって手船からの方の、映像も見ていきましょう。さっきの1回でこんな大きな池間にねもう半分ぐらい入ってますね。ブリもいくらか今見えましたね。で反対アングルから見るとこんな感じでゴシャーっともう池間の氷水にもう笑うしかないぐらいの勢いですね。うわーすごいですね。じゃあちょっと音を戻して見ていきましょう。
魚が1つの池間にもういっぱいになったら池間の蓋をして、次はですねもう1個の池間の蓋を開けて魚をあげていきます。もうこれ何回目かな、3回目か4回目か分からないんですけど、一向に魚の減る気配がありません。1回でこれ何百キロだろう、300キロぐらいあるのか、危ね、すごいな、すごい危険が伴う仕事です。で前の池間に移動して出していきます。でこちらの漁師さんはヒラージと呼んでおりました。マアジのことなんですけど、大阪湾のマアジはすごい美味しいそうでヒラージと呼ぶそうです。でこちらがマナガツオです。なんと冬のマナガツオが入ってました。さあ残りも少なくなってきました。ですごい体力仕事なんで、やっぱりねパワー系の方もいらっしゃいます。パワー強そうな人ですね。で残りも少なくなってきました。最後の1匹、最後の0匹になるまで網を玉を入れてどんどん出していきます。でこれが最後ですね。最後の魚を入れておよそ2つの池間が、ほぼいっぱいとなりました。そしたらこれで一晩終了です。一晩終了です。で太田くんが取り残されそうになってて、なんとかですねこちらの船に乗れました。今日の取れ高どうですか？いやーまあぼちぼちちゃいますかね。ぼちぼちですか？まだいつも本気出せばもっと取れます。大阪湾はこんなもんじゃないです。わかりました、ありがとうございます。イケイケな漁師さんのお話を聞けたところで、船を離脱しましょう。で次はですね手船に乗って、次イワシの方、カタクチイワシが取れる方に向かっていきます。さあ見えてきました。すでにねちょっと間に合わなくて網を仕掛けている段階ですが、イワシの巻き網の方に移動してきました。船もなんか変わった感じですね。こちら静岡県の方から買ってきたそうです。でこちらの色見船って言ってカタクチイワシを探す船にやってきました。でこのソナーが1800万円するそうです。めちゃくちゃすごいですね。その他魚群探知機のなんか綺麗なんとかも様々な機類が載ってます。今日の取れ高はどうですか？今日はねぼちぼち、この網もぼちぼちです。ありがとうございます。すごいなこちら、白井さんとおっしゃってですね、次期この会社の社長です。でこちらの網もですねだいぶ小さくなってきました。で中入ってみるとですねもう袋状になって、その中にいっぱいイワシが入っている様子が魚群探知機から分かります。でだいぶですねこちらの網も小さくなってきました。いよいよ網を上げていく時がやってきましたね。で皆さん同じように一生懸命網をくられております。でこちらの泡も浮いて、いよいよイワシが完全に閉じ込められたといったところです。であちらのホースを突っ込んでですね、あのホースの中からイワシを吸っていくんですよ。イワシバキュームといったところです。イワシダイソーやっぱりね多くの方が乗ってますから、彼のような面白いお茶目な方もいらっしゃいます。でその横に手船がついて、手船ってさっき言ったようにこちらの船でイワシを運びますね。で僕らの船もつけてイワシが取れたのを見ていきましょう。でさっき吸い上げたイワシがですねこちらのホースから出てきます。うお、めちゃくちゃすごい気持ちいいですね。まあで急いで向こうの方見に行ったんですけど、吸うのがめちゃくちゃ早くて、残念ながら網の中に入っている様子を撮影できませんでした。申し訳ございません。でインタビューしようと思ったらやめてやということで、なんでピースはいいのかというさあそれじゃあイワシも上がったところで、僕らは手船の船に乗って港の方に帰ってきました。で急いでですね陸揚げしてその様子を見ていきましょう。はい、じゃあ船を接岸したら港の方にも魚を吸う機械があるので、こちらのホースを池間の中に突っ込んでカタクチイワシを吸い込んでいきます。イワシがどんどん吸われているのが分かります。ずっとホースをたどってこちらの機械が吸ってますね。
ものすごい勢いですね。どんだけのスピードでイワシが吸われてるのかっていうぐらいで、海苔と一緒で、水入れないと多分吸えないので、ちゃんと水も入れていきますね。でこちらはまずイワシを仕分けしていきます。イワシ以外にもたまに入っていることがあるので、細いホースの中、小さなイワシだけが落ちていって、大きなものは向こうにはけるといった形です。で奥様方が箱を準備して、向こうのイワシが出てくる機械でどんどん箱の中イワシを入れていきます。いやー、すっごい大量のイワシですね。ちなみにこちらのイワシは冷凍してアナゴカゴの餌とか、いろんなやつの餌になるそうです。大量ですね。で見てみるとこんな感じ、程よい大きさのカタクチイワシといったところです。で今からですね、共同事業部さんの巨大な保管冷凍庫を見せていただけるということで、大量のイワシが入っているそうです。じゃあ見ていきましょう。お願いします。うわ、寒っ、うわ寒っ、コールマイナス30度らしいです。うわ、めちゃくちゃ寒い。うわ、これ全部そうです、イワシ。これは養殖された、でこれはもうテコとかカニとか、ああ、カゴとか。うわ、段ボール入ってるのは加工物。鼻毛が凍りますね。鼻毛がめっちゃ凍る。鼻痛っ、鼻くそが。で冷凍した後はですね、このようにカチコチとなります。でもしかしてサムネに使えるかなと思って記念撮影ですね。ただめちゃくちゃ寒い、耐えれないぐらい寒いです。出よう、寒い。うわ、鼻毛が凍った。鼻毛マジ凍った。太田君のメガネがバリ曇っとる。めっちゃ寒かったな。マイナス30度やもん。大体ですね400キロぐらいか、それ以上は取れてる感じですね、イワシが。でパレットいっぱいになったら運んで、冷凍庫へ移動します。はい、でイワシの選別とか冷凍とかを見たんですけれども、ここがですね同じ岸和田港にあるシラス専用のセリ倉庫みたいな感じらしくてですね、大阪のシラス全部がここに集まって、ここで競りをするそうです。ちょっとね覗いていきましょう。でちょうどですねシラス漁船が帰ってきてて荷揚げをしておりました。電話失礼いたします。でもう船の上大量のシラスが取れているのが分かります。逆に取れすぎて今年は値段が安いそうです。で荷揚げしたシラスは、こちら倉庫の中に運ばれて皆さんで競りをするそうですね。で競りをしたら素早くですねトラックの方に積み込んでおのおの出荷していきます。はい、で港すぐ近くのご飯屋さんでちょっとお昼ご飯食べます。じゃあいただきます。いやめちゃくちゃうまかった。ごちそうさまです。はい、でご飯を食べたらですね、次は最初に乗ったカタクチイワシ以外の方の手船船がやってきました。で池間の中を開けるとですね、もう大量の魚が入っております。で2番網後されたそうなんですが、そちらにですね大量のタチウオがいたそうで、そっちも取れたらなということで、こちらも若い彼がですね大きな玉でものすごい大量の魚をすくって、それをクレーンで釣り上げて、で上の方で仕分けしていきます。でちょっとマイクが切れててですね音量ないんですけど、こんな感じで上に出して、で奥のベルトコンベヤーでどんどん魚が上に上がっていきます。で魚が上に上がっていって、こちらの奥様方が仕分けをするという感じですね。おそらく傷もんとかそういうものが入っていた際に抜けるのかなと思います。でこちらも同じように小さいものが下に抜けていくというやつで仕分けしていきます。この場合はタチウオが細いのでうまいこと抜けてますね。でこちらも上げどなかなか終わる様子がございません。2回3回とこんなでっかい玉で上げても全然でしたね。ものすごい量です。
でタチウオとかも仕分けして、こんな感じで終わりたいと思います。はい、というわけで、岸和田の漁師さんたちのねすっげえ巻き網見させてもらいました。めちゃくちゃ大迫力で最高に楽しかったです。それでは皆さん本日もご視聴ありがとうございました。じゃあ僕はね帰りたいと思います。See you next time. バイバイ。帰ります。